皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はお隣韓国の話題です。ここ最近私は世界情勢の話を連続的に動画にしています。というのも、米中冷戦やもしくはそれに付随して香港問題、中国とインドとの関係など様々な世界の流れに影響を与えるような動きというものがあちこちで起こっているからです。そうした動画を作り続けている影響か、少し話が難しいという指摘もあり、今回はそういった意味では非常にわかりやすい動画となるでしょう。一体どのようにわかりやすいかといえば、それは嫌悪感を抱くという意味において、これほどわかりやすいニュースはないと思います。一体お隣韓国で何が起こっているか簡単に言いましょう。それは韓国の国立墓地に埋葬された人のその墓を暴いてしまおうというのです。墓を暴く対象となるのは、現代の基準から考えた場合、親日派と考えられる人についてです。ですから、当時どうだったかといった話ではありません。現代から見た場合、この人は親日派だ。だからこのような人が国立墓地に埋葬されているなど許されないというのです。これが韓国のインターネット上において匿名のアカウントで話し合われている程度であれば、それはごくごく少数派の意見と言えるでしょう。この話の気持ち悪いところは、この話が決してそうしたインターネット上の無責任な発言の中で出てきたものではなく、韓国の国会議員らの話によって、それが法案となって提出され、それを韓国の国会で話し合うというのです。しかも提出したのは野党ではなく与党ですから、この法案が通る可能性というのもあるというのです。それでは韓国で一体どのような話になっているのか見ていきましょう。ニュースをどうぞ。キム議員、親日反民族行為者、国立墓地破墓法を提出。韓国与党共に民主党のキム議員が1日、親日行為で叙勲が取り消された人物を国立墓地の外に移送することを定める法改正案を代表として提出した。4月15日総選挙で圧倒的な議席を確保した与党勢力の一部から出ていた親日破墓論を法律として制定することを目指すというのだ。キム議員がこの日提出した国立墓地設置及び運営法改正案は、親日反民族行為者真相究明委員会が決定した親日反民族行為者、そして叙勲が取り消された者は国立墓地に埋葬できないとし、すでに埋葬された人物については、王勲所長が国立墓地の外に移送を命じるよう定める条項が新たに設けられた。王勲所長による移送命令に応じない場合には、別に案内標識を設置するという内容も含まれている。キム議員は、国家友好者と共に、親日反民族行為をした者が、共に国立墓地にいるなどありえないことだと主張した。与党勢力からは、国立墓地に対する破墓主張が続いてきた。民主党のイ議員は、今年5月24日、ソウル市の国立ソウル研究院で、親日派の墓を破墓しようと訴えた。イ議員は、親日派を研究員から破墓するのは当然のこと、21代国会で親日派破墓法を制定するとの考えを示していた。イ議員は、研究日だった先月6日にも、抗日運動家の近くに置かれた親日派の墓を見ていると、我々の子供たちにどうやって故国と法訓について話ができるのかとして上記のように主張した。イ議員はキム議員による法案提出にも名を連ねた。研究日とは大韓民国の殉国者と戦没将兵を追悼する記念日。韓国の国立墓地で墓を暴いてしまおうという法案が出たわけですが、そこに埋葬されている人たちというのは当然のように現代の人たちではなく、すでに亡くなった人たち、前の時代の人たちです。そして前の時代であるからには現代と状況は全く違うことがあります。その代表例としているのが軍人の立場です。例えば日本の統治時代にも日本本土も、そして朝鮮半島も同じ日本領でした。ですから、軍人という枠組みで考えれば、別に本州だろうと、朝鮮半島出身だろうと、どちらも同じ日本軍の兵士だったのです。そして第二次世界大戦が終わり、韓国や北朝鮮に分かれた後、彼らがどうなったかといえば、やはり経験者として軍に残った人は非常に多くいました。ですから、韓国軍の中枢やもしくは兵士、将校どちらにも日本軍の兵士として鍛えられた人々がいたのです。そして北朝鮮との戦争が起こりました。
この朝鮮戦争において旧日本軍の兵士として戦っていた人々、もしくは日本軍に所属しながら兵士を率いていた将校の人たちが韓国軍側でも戦ったわけです。そしてその戦いの中において非常に卓越した手腕を発揮する人もいれば、もしくは戦場で戦い抜いたような兵士たちもたくさんいたのです。それはあくまでも当時の価値観から言えば別に自然なことでした。なぜならば彼らは兵士として鍛えられた実績があり、その実績の中において実際に戦闘に参加したのです。そのこと自体が悪いなどとは当時は思われなかったはずです。ところがこれは現代の価値観から言うと全く違います。日本の統治時代に彼らの統治に加わっていたような人々に対するレッテルというのは親日派、反民族行為をしていたといったような形で彼らを弾劾の対象としているのです。ですから今回の法律というのもそうした当時においては全く問題なかった立場、そしてその立場によって功績を上げた人々が今になって親日派だとして彼らを弾劾し、その墓を暴いて国立墓地から追放してしまおうというのです。もしも日本でこれに類するような話を何か公の場ですればその人の人格は疑われるでしょう。しかしそのようなことが行われないのが韓国の特殊性だと言えます。そして彼らはインターネットで匿名でこのような話をしているのではなく、韓国の国会議員としてこれを主張し、そして法案として提出しているのです。つい先日私は香港問題でこれを批判する側に日本がいて、そしてお隣の韓国ではこれに批判することを一切していないということをお伝えしました。それは一体なぜかといえば、それは中国との関係を重視し、それによって中国を批判することがもはや政治上においてもタブー視されているからというわけですが、しかしそれだけではなく、韓国国内における人権問題への考え方もしくは価値観や文化面について、日本とはあまりにもかけ離れているということの実例だとも言えるでしょう。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンもポチッとクリックしてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。